ペルーの大統領。多分やる気ないんじゃないのかなと思いますね。この無名皇族と会ってる場合じゃないと思うんですよ。ペルーって大統領頻繁に変わってるんですね。5年間で6人大統領が交代してるんですよ。歩いてるんですよ、結構ね。マコさんがペルー行って大統領に表敬訪問された。その時はビスカラ大統領なんですけど、そっから5人ぐらい変わってますからね。抗議活動で18人ぐらい死者が出たね。汚職とか政権がかなり進んでるんですよ。なおかつです、佳子さまってはペルーに行かれる。やっぱり遅くねっていう話でしょ。宮内庁はエイミアご夫妻の次女佳子さまが11月に南米のペルーを訪問されると発表しました。しかしながら150周年記念は8月ですよね。私は空想ですけども、ねじ込みました？いろいろいざこざがあって、遅れたんじゃないのかなっていう話もよく言われますよね。週刊誌の方は、大体8月に佳子さまがご訪問されると言われてたじゃないですか。新潮であって文春がね。しかしながら11月なんですね。ちょっとおかしくね。こちら、ホームの方に書いていただいたんですけども、外務省です。現地時間8月21日と、日本ペルー外交関係樹立150周年式典がペルーの首都リマにて開催されてるんですよ、すでに。行くとしたら、遅くても9月ぐらいだと思うんですよ。11月ってもう終わってるんですよ。今回のイベントって。記念硬貨とかも作られる。そこまで力入っているのに、佳子さま行くの遅くねってわけです。なんかありましたよね、これ多分。で、林芳正、外務大臣、林法政が、ビデオメッセージを発出しましたと。林さんが、わざと林さんって呼んでますけども、林さんはビデオメッセージを送ってるんですよ。佳子さま送ってないですよね。断られたんですか？で、日ペルー外交関係樹立150周年記念式典概要。8月21日は1873年に日ペルー友好通商公開条約が結ばれて外交関係を樹立した日にあたりますと。日ペルー外交関係樹立150周年を、祝してペルー外務省が主催した、今記念式典では林大臣のメッセージ、それからヘルパシペルー外相の挨拶、150周年記念切手デザイン発表等が行われました。熱を帯びてるのは大体1週間ぐらいだと思うんですね。佳子さまが行くぐらいにはもう熱冷めてると思うんですよ。あまりにも遅くないですか？なんかおかしいですよね。150周年式典に見せかけた私的旅行なんじゃないのこれ。眞子さんに会うための。で、林外務大臣ビデオメッセージ。林大臣はメッセージにおいて、両国の外交関係樹立150周年を祝するとともに、両国は価値と原則を共有する重要な戦略的パートナーであって、ウクライナを含む現在の厳しい国際情勢への対応や、安保理改革を含む国連の機能強化に向けて緊密連携していくことで一致していることを述べたと。また、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の実現に向けて協力しているとともに、自由開放主義的な経済政策をともに推進していて、経済や地理学の観点からも官民で協力して幅広い経済関係を強化したいことを言及しましたと。また ODA 上げるんですか？ボリビアみたいに ODA 上げるんですか？ボリビアにどれくらい ODA 突っ込んでるんですか？ ODA っていうのは開発援助金ですけども、ODA の功績としてよくあるのは勲章を贈られるんですね。パラグアイは結構 ODA プロジェクトが走っていますので、JICA 通してたりするんですけども、JICA と秋篠宮って関係深いですよね。JICA の鈴木さんが秋篠宮のお付きの職員になってますよね。鈴木さんといえば、緒方貞子さんのお弟子さんと言われたわけ。緒方貞子さんって美智子さんの友達ですよね。緒方貞子さんの義理のお父さんの緒方武虎さんは CIA のエージェントですからね。これは CIA の公開文書で言われてる話ですから、昭和天皇明仁に交代させようとしてたわけですよ。で、吉田茂を辞めさせて、緒方武虎に内閣総理大臣をやらそうとしてた。明仁上皇って、これ残念ながら骨抜き教育なんですよね。GHQ の力が及んでいるし、キリスト教なんですね。代々皇室神道です。明仁上皇は、昭和天皇と話されて教育されてますから、完全にアメリカにかぶれてるんですよ。彼らの皇室破壊だと思ってますけども、皇室破壊の完成が美手公様との結婚だと思うんです。節子妃とか、菊子妃は相当反対されてたんですよ。しかしながら通っちゃった。それはやっぱり岸信介も CIA のエージェントでよく言われますけども、とか小泉進三慶応の教授ですね。明仁上皇に帝王学を授けたと言われていますし、緒方武虎自体も明仁上皇の教育係だったんですよ。ですからここでこう境が完成してしまった。当時のアメリカとしてはもう終戦後ですから、
日本国民を支えるものとしては、まあ政府と皇室、そこを乗っ取ってしまえばもう取れるじゃないですか。そういうことを考えて、おそらく骨抜き教育したんでしょうね。正田家っていうのは非常にクリスチャンが多いんですね。カトリックだらけですよ。話がそれましたけども、そういう関係なんですよ。JICA と秋篠宮ってすごい縁が深くて、よく秋篠宮が JICA に訪問してる悠仁くんも行ったことがあるじゃないですか。ね。で、JICA はやっぱり ODA でいろいろやってるわけですよ。パラグアイ政府は、この JICA の元理事長、北岡伸一に勲章をあげてるわけです。国家功労章ですね。これは援助してもらったからありがとうの意味での勲章ですよね。ODA もらうわけですから、こんぐらいしますよ。普通ね。お金もらってるわけですから、一応返さないといけない。金ないから、別に勲章ぐらいあげますよね。眞子さまもパラグアイから勲章をもらってるでしょ。結局、こういう流れだと思うんですよ。ODA、秋篠宮、JICA、もっと言うならば日系人社会とかが複雑に絡み合った、なんかね、利権な気がしますね。エーミヤ様と長女の眞子さんはいつか赤坂東出でパラグアイ政府から贈られた国家功労章を同国大使から受け取られたと。眞子さんが日系人の移住の85周年に行って、いきなり功労章もらってるわけですね。これは ODA 関係と日系人関係のところから得られたものでしょうね。結局ね。佳子さまもそういう流れでねじ込んじゃうんじゃないのかな。眞子さんは26日に結婚し、皇室を離れられると、宮内庁によると、眞子さんが外国から勲章を受けられるのは初めてと。やっぱおかしいじゃないですか。別に眞子さんパッと行って日系人社会に挨拶して礼振って、それで勲章をもらえるっていうことは、ODA 関係じゃないのかなと思いますけどね。林さんですらもらってますからね、勲章ね。ペルーもボリビアとかも同じなんですね。やっぱ南米っていうのはそこまで豊かな国ではないですから、まあ JICA とか ODA とか、その辺が有用に役に立つんだろうなと。で、あとは JICA で言うならば、秋篠宮は日系人社会に結構食い込んでるわけですよね。並んで報道されるわけですよ。JICA の移住者支援事業、日系社会との連携事業。JICA は前身である海外移住事業団から継続し、戦後の国の政策による主に中南米への移住者に対して、移住宣告での定着と生活の安定を図るための支援を行ってきましたと。まあ、だから特に南米の日系社会と JICA っていうのはかなり食い込んでるんですよ。し、JICA 自体に秋篠宮が食い込んでいるから、勲章とか出してるのかなと思いますね。必然的に南米の公務で秋篠宮家が多くなるっていうのは、まあそういうことなんじゃないのかな。まあ、その流れで、本当はペルーの方は、ペルーのメディア訳しましたけども、大統領の予定が変更されるかもしれませんと。なぜなら、日本の王室の一員が会議に来て、国家の元首である天皇なる人の代理として、理解されてるからですと。結局、佳子さまは陛下の代理に過ぎないですよね。じゃあ、誰が最初に招待されてたんですか？やっぱり陛下に招待行ってたっていう話になりません？それから、ペルーの大統領もあんまやる気ないんじゃないのかなと。表敬訪問まだ決まってないんですよ。これ、眞子さんですらやってるわけですよ。しかしながら、人が違うんですね。ペルー大統領変わってますから、もうすごい安定しないわけですね。この辺は、ベネズエラとかありますから、結構ややこしいんですよね、ペルーの関係っていうと。現ディーナさんは、アメリカからは正式な大統領として認められてるんですけども、ベネズエラとかからは認められてないんですよ。ややこしいんですよ。眞子さん2日しか行ってないんですよ、ペルーに。だから、佳子さまって10日行かれるわけですけど、なんでそんなに行く必要あるんですか？これは多分合うんでしょうね。テレ朝がやってますからね。再開するのか、みたいな。いいようだなと思うわけなんですけど。そして、NHK の方をよく見ると、現地では、ボルアルテ大統領の表敬訪問などが検討されていますなんですよ。まだ決まってないわけですよ。って感じですよね。これを意気揚々と発表してるわけですけど、いや、これ裏を返してみれば、ボルアルテ大統領結構、佳子さまを冷遇してるのかなと。普通決まってるでしょ。佳子さまが来るのに、検討っていうことはあんまりやる気ないのかなと。無名皇族が来ても、それよりやることあるでしょっていう話ですからね。なおかつ、計画された日程に対して日付を確認する必要がありますねと。ペルーに姫が来る日が確定した場合、大統領ボルアルテが9月と11月に予定があることを思い出してくださいと。予定あるんですよ。被らんように調整しないといけないねっていう段階なんですね。なんか違和感ありません？だって、この話って、ペルー政府から、ね、佳子さまに招待が行ったんでしょ？当然ながら大統領に日程も抑えた上で連絡してますよね。しかしながら、まだ調整段階なんですよ。予定入ってるんですよ。ガッツに。ペルーの大統領ね。これ、
まさか秋篠宮家がいつものお決まりパターンで招待状を奪って押しかけたんじゃないですか。だからこんな風に11月にずれてるんじゃないんですかって、ちょっとやっぱ思っちゃいますよね。少なくとも大統領全然やる気ないんじゃないのかな。だって無名皇族だもんね。秋篠宮家って誰ですかレベルですからね。ペルーに何の思い入れもないでしょ、佳子様って。じゃあ以上です。それでは皆様ご一緒に近しさお疲れ様でした。バイバイ。